いくら軍事予算を増やしたとしても、中国がそれらのお金をどんどんとむしり取っていく、ロシアの中国依存の実態について、今回は解説していきます。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回は、ロシアによるウクライナ侵略、ロシアの基礎工業力のなさという問題について解説を行っていこうと思います。このチャンネルでは、地上波のニュース報道では取り上げてくれないようなウクライナ情勢について解説をしているので、ぜひともこのチャンネルで日本の外で何が起きているかについての情報の更新をしていってください。今回取り上げる話題の順番は、まず第一に国際情勢についての話、その後で先ほども述べたロシアの中国依存の問題について取り上げていきます。まず最初に取り上げる話題は国際情勢、特に中東情勢についての関連の話をしておきましょう。現在中東周辺にはアメリカ軍の大戦力が集結しています。空母2隻とプラスアルファステルス戦闘機やそれら戦闘機を支援するための空中給油機や早期警戒管制機などです。これらの戦力が実際に攻撃作戦に参加するかどうかはまだわかりません。すべてはトランプ大統領の決断次第です。では、その決断の引き金となり得る話というのがイランの動向です。現在アメリカとイランとの間で外交交渉が行われています。アメリカ側はイランの核開発計画そのものを完全に放棄するように求めています。一方でイランは核兵器ではない自分たちが持っているウランはあくまでも原子力発電所のような核の平和利用のために持っているものだと主張しています。ただしこのイランの主張というものは昔から変わってはいませんが、同時に全く説得力のないものです。なぜならば原子力発電所に使うのであれば全く不要なほどウランの濃縮を進めているからです。そのための専用機材なども爆撃されることを恐れて地下施設などに隠し、それでいてじわじわと濃縮を進めているというのですから、これを怪しいと考えるのはむしろ自然なぐらいです。核の平和利用というのであれば、低濃縮の状態のままで原子力発電所を動かせば良いだけです。アメリカにとっても嫌なことですが、この問題で一番神経を尖らせているのはイスラエルです。そしてイスラエルはアメリカにとって、そしてトランプ大統領にとっては強力に支援している国です。ですから、イスラエルがイランを攻撃するということを前提とした上で、アメリカのトランプ大統領としては、イラン攻撃用の戦力といったものを中東に展開しているわけです。外交交渉が決裂するイコール攻撃の確率が一気に跳ね上がるというわけです。ただし、トランプ大統領の狙いがどこにあるかについては、2つの説が流れています。まず第一に、そもそもイランの政権転覆を狙って、イランにおける親米政権を樹立することができれば、将来的にもイスラエルだけではなくアメリカにとっても未来に大きな遺産を残すことができるという考え方。イランは石油なども出ますから、これらの石油が世界へと放出されることになれば、この利権をアメリカが牛耳ることができれば、富をさらに得ることができます。そして二つ目の説というのが、いやいやそこまではやらないだろう。今回の外交交渉は攻撃をした後、もう一度さらに追加の要請をするような、あくまでも核兵器の開発計画そのものを頓挫させることが目的ではないかという説です。最初の案に比べればマイルドに聞こえるわけですが、どっちみち攻撃するということを前提とした説であり、もはやトランプ大統領がどこかの国を攻撃することそれ自体に、誰も驚かなくなってしまった。そのぐらい戦争もしくは軍事力の行使といったものが、もはや日常化しようとしているわけです。この感覚の麻痺こそが、結構恐ろしいことです。どのみちトランプ大統領がやるのかやらないかは、事前に公表するわけがありませんから、トランプ大統領の決断次第です。ちなみに中東情勢について見ておくと、今まさに戦争が起こっているのはイランではなく、アフガニスタンとパキスタンです。両方ともイスラム系の国のわけですが、だからといって宗派が違えば、政治指導者や宗教指導者も違うわけで、激しい争いも起こるものです。両国ともに決定打を与えられるような軍事力があるわけではありませんから、泥沼の戦いといったものが続くかもしれません。さてここからは、冒頭にも述べたロシアの問題について取り上げておきましょう。ロシア軍における問題、それは、必要な物資が自国で調達できないという問題を抱えているところです。そして今回話題にするのは光ファイバーです。光ファイバーといえば高速通信網のために必要なものであって、決して純軍事品ではありません。私たちの
高速インターネット通信における光ファイバーというのは決して軍事用ではなく民間のみんなの使っているものです。ただし、今のロシアにとっては準軍事品として扱っている理由があります。それが優先方式のドローン攻撃です。ロシアによるウクライナ侵略ではドローンの活用法が非常に注目されました。実際に多くの戦果を上げていますし、もはやこれからの時代、ドローンの存在を無視することは決してできません。しかし同時に戦争というものは兵器の発達とともに対抗する技術もまた発達します。当初無線方式で動き回っていたドローンですが、その通信そのものを妨害することによって無力化するという技術もまた発達しています。そうした通信を妨害する対抗技術に対して、じゃあいっそのこと無線をやめて有線、もう光ファイバーがずっとつながっている状態で操縦すればいいじゃないか。そうやって生まれたのが光ファイバー有線方式のドローン攻撃です。当初は1キロ、2キロ、5キロ、10キロという具合にして距離が伸ばされていったものですが、現在では最長で 50km 分の光ファイバーを積んで遠方まで飛ばすものも開発されたようです。ちなみに公式記録では21キロ先の目標物に対する攻撃を行ったとロシア側は発表しているようです。こうした優先方式の光ファイバードローンの攻撃はロシアだけではなくウクライナ側も同様の方式をとって通信妨害に対抗しようとしています。ですからこうした技術の発展というものは常に何かを開発したらそれに対抗する技術が生まれ、そこをさらに乗り越えようとして次の技術が生まれるといういたちごっこが発生するわけです。さてここで問題なのは、光ファイバーの需要がものすごく増えたロシアにおける調達方法です。2025年にウクライナ軍の遠距離攻撃がロシア国内の光ファイバー製造工場を直撃しました。たった一つの工場を攻撃しただけでは全てが止まるわけがないと思うかもしれません。しかしロシアでは止まりました。ロシア国内で光ファイバーを作っていた工場というのがその場所しかなかったというのです。そのために2025年の前半で起こった工場に対する攻撃、それ以後におけるロシアの光ファイバー生産は停止したままなのそうです。そのため起こったのが光ファイバーの海外依存 100% という状態であり、その上さらに調達先の国も限られることとなりました。ロシアは日米欧からの制裁を受けています。光ファイバーについても同様の制裁を受けているとのことで、ロシアは中国からしか光ファイバーを正式には買えない状態になっているのだそうです。ここで問題が発生します。中国側の立場にしてみれば、ロシアは欲しい欲しいと言って、非常にせっついてくるわけです。ところが、周りを見れば、ロシアに売ってくれる国はない。中国からしか買えない。ここで価格決定権が完全に中国側に握られることとなりました。欲しい欲しいとロシアが言うので、中国側からロシアに対する光ファイバーの売却価格は 2.5 倍まで上昇しました。ロシア政府に反発をしている一部の報道誌などにおいては、いやいや 2.5 倍どころか4倍まで到達したんだというようなことを書いているところもありました。ちょっと4倍というのはそこまで行くのか首をかしげるところですが、そこまで行くというのもちょっとあり得るかもしれません。何にしても2倍以上という価格については、他の報道機関も調べると、そのぐらいは出ていたので、間違いはないでしょう。このように価格の決定権が完全に中国側なのに、それでも高いお金を出して買わなければならない。それだけロシア国内における光ファイバーの製造、この工場の復旧すらあまりまともにできないというのが、今のロシアの基礎工業力のなさを示していると言えるでしょう。この場合だと、技術者それ自体がもうすでに戦場送りにされているかもしれませんし、もう復旧させるぐらいだったら、中国から買えばいいじゃないかと思ったのかもしれません。その結果として、価格の高騰といったものに向き合わざるを得ないわけなので、軍事予算をいくら増やしたとしても、必要な部材などについて中国依存を深めれば、価格決定権も中国に逃げられることとなるので、お金をどんどんと吸い上げられるという運命がこの先も続くかもしれません。さて、ちなみに国際情勢から離れてこの経済情勢などについての解説を最後にしておきましょう。光ファイバーについては世界的な需要が強まっています。それというのも生成 AI の発達が目覚ましいものであり、
それに伴うデータセンターの大増設というような状況になっています。アメリカのビッグテックと呼ばれるような先端企業たちは AI の開発とデータセンターへの建造計画、こうしたことに関しては2026年は主だった会社の積み上げでも100兆円に到達するだろうと言われているぐらいです。欧米のビッグテックと呼ばれるような企業は研究開発投資に何兆円もつぎ込むといったことがよくあったのですが、それにしてもこの額というのは従来からすれば数倍の規模に到達しており、だからこそ AI バブルではないかと心配されるぐらいのこととなっています。光ファイバーに関して需要が強まっているのも、こうしたデータセンターの大増設と関わりがあります。スマートフォンに見られるように、無線通信というものがあるじゃないかと思われるかもしれませんが、安定していて高速通信が確保されるには、やはり光ファイバーによる有線接続といったものが今でも重要です。こうした話題になるとどうしても最先端の半導体を作っているのが台湾の TSMC であったり、AI 向け半導体の一大シェアを築いているアメリカ NVIDIA が光を浴びますし、また AI の開発それ自体で言っても Google の親会社アルファベットやアンソロピックといった会社の名前が次々と出てきます。しかし、そうした華々しい部分だけではなく、縁の下の力持ちというような部分においては日本企業は存在感を示しています。例えば光ファイバーの話が出たので、今回はその関連で大きく株価を伸ばしている日本企業を見ておきましょう。こちらは日本企業フジクラの株価。今日の終値が 26,765 円。過去5年の上昇率は 5,117.35%。先見の明がある人の場合だと、恐ろしいぐらいに資産を何倍増させているんだというような話になっているわけです。フジクラの場合だと単純に光ファイバーを量産しているというだけではなく、独自技術などについても評価されており、データセンター事業に大きく貢献していると言われています。こうした技術力や工業力といったものは、私は基本的には平和利用するというのが一番大事なものだと思っています。そうすることによって、私たちの生活や安全といったものを守るのに役立ちますし、何より世界へとその商品販売を進めておけば、何かあった時にも自国で重要部品を賄うことができます。ロシアのように他国に侵略するために軍事予算を費やして自国の産業をほったらかしにするようなことは、結局のところ他の国に運命を握られるようなこととなり、ろくでもない状態です。しかし同時にそのような狂気に染まっている国というものが隣にある以上、日本の防衛力を高めた上で科学技術を振興し、日本の未来を守っていくということも必要なわけです。このあたりのバランスを取るといった考え方が私たちのものの見方として必要なわけです。皆さんは今回のロシアの光ファイバー自給率 0%、中国依存 100% という状況、それによって中国がお金をむしり取っていく、この構造についてどのような感想を持たれたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったらぜひとも評価ボタンのクリックと感想コメントの書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。